3種類のブドウを描いてみたいと思います。黒ブドウ、これベリー A ですね。緑のブドウはシャインマスカットです。細長いブドウは、ゴールドフィンガーです。長細い形をしています。葉っぱはね、これ全然関係のないブドウの苗を買ってきて、その葉っぱを一緒に描こうかなと思います。で、今日の紙です。ホワイトワトソンを 5F サイズに切っています。で、今日の絵の具はホルベインでクリムソンレーキ、オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーンタンバー、以上8色でね描いてみようと思います。今日の光は左上からっていうことにしておきます。真ん中あたりにカゴを持ってきますね。ちょっと上から目線で描きますので、こんな感じで見えるかなと思います。結構大きいようですけどね、実物大で描けばちょうどいい具合に入るんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっとね、下絵を描いてみます。カゴの横から見た大きさです。これ全く実物大で描いています。これを上から目線で見ますので、かなりここが丸く見えるわけです。で、こちらもココートではないにしても、同じぐらいに丸く見えるよってことになります。この取っ手なんですが、手前ここから1本出して、同じここのね対角線を通ってここです。向こうへ折りますので、こういうことになるかなと思いますね。で、このカゴの網目非常に細かいんですけど、もうちょっと大きめにしてざっくり描いてみようかなと思います。上はこういうふうにねじってこういっていますね。下も浅くですけど横へ閉じているようです。中にね黒いブドウが一つ入ってくるわけです。これが下敷きになるわけです。これの上にこんな感じで青いブドウが乗っかります。向こう側に黒いブドウがさらに乗っかるっていう、そんな感じになります。赤いブドウは手前に来るっていうことです。左側から葉っぱが流れてきていますよっていうことにしますね。で、そうするとここの向こう側にこういうふうに黒いブドウが、こういうふうに来るわけですね。で、緑のブドウはここからこういうふうに手前にこういうふうに流れ落ちます。そして赤いブドウがこういうふうに手前にこういうふうにあるっていうことになりますね。で、こちらから葉っぱが出てきてますよ。こんな感じになろうかなと思いますね。じゃあちょっときれいにね下絵を描いてみますね。はい、下絵描けました。ここに長細いブドウですね。緑のブドウ、カゴの上に黒いブドウ、中にも同じ黒いブドウなんですけど、ちょっと色を変えた方がいいかなとは思います。で、こちらからブドウの葉っぱが出てきています。今日はねマスキング液でブドウが光っているところつけときますね。左上からの光っていうことですので、例えばこういうところに光がキラキラ輝くだろうなっていう感じがしますので、そういうところにちょこちょこねこうやってつけとこうかなと思います。黒いブドウの中にもやっぱりちょっとね光が差し込んでましたよっていう方がいいかなと思います。はい、こんな感じでしょうかね。じゃあね、ちょっとマスキングが乾く間、色見本をね作っておこうと思います。緑のブドウからいってみます。サップグリーンでいいとは思うんですけど、少しねレモンイエローを混ぜます。気持ちね明るくします。こんな感じで、ちょっと影になるとセルリアンを混ぜて青くしたり、少しバンタンバーを混ぜて灰色っぽくするっていうことでいいかなと思います。赤いブドウはオペラの純色が見えるところってほぼほぼないと思います。セルリアンをちょっと混ぜて、そして、クリムソンを混ぜて、そしてサップグリーンですね、これに混ぜていきます。こんな感じですよね。そして
黒いぶどうはコバルトブルーとクリムソンレーキで、一番明るいところでこんな感じの紫色でどんどん暗くなっていくわけですが、一番暗いところはウルトラマリンディープにちょっとバーンタンバーを入れて、こんなに暗い色にしようと思います。カゴの色はね、比較的明るい茶色にしたらいいんじゃないかなと思います。バーンタンバー一色では茶色が強すぎるので、セルリアンを入れて少しね灰色っぽくして、この程度のカゴの色でいいかなと思います。こんな感じで色を作っていこうと思います。はい、じゃあもうちょっと乾かしますね。はい、じゃあ乾いたようですのでね、下塗りに入っていきたいと思います。まず緑のぶどうのね、綺麗なところから塗っていこうと思います。まずレモンイエローだけを差し込んでおきますよ。この辺りです。ごめんなさいね。ここはちょっとね、黒いぶどうになってきますのでね。で、葉っぱの辺りにも、同じようにレモンイエローをね、こうやって差し込んでおきます。今からね、形は気にする必要がありませんので、大体の感じ。で、綺麗なサップグリーンもね、続きに入れていきます。はい、じゃあちょっとここで水筆でね、ちょっとしっかりね、ぼかしておきますよ。はみ出して構いませんのでね、これあくまでも下塗りですので、あんまり厳重に考えない方がいいです。今度はね、赤いぶどうです。オペラとセルリアンを混ぜて、綺麗な赤紫色を作りました。下の方はね、クリムソンとコバルトブルーで、ちょっとだけねこれ入れます。それでこっちの黒ぶどうの方にも同じ色を入れていきます。しっかりぼかします。ちゃんとね吸い取っておきますよ。この辺りにもうちょっとレモンイエローの綺麗な色をしっかり入れとこうかなと思います。ここの綺麗な赤紫と黄色が出会うようにお互いに引き立て合いますので綺麗ですよね。この辺り中心ですのでね、ここら辺りが綺麗でないとお話にならないっていうことになりますのでね。はい、じゃあこれでね下塗りができました。少し乾かしますね。はい、下塗りね乾きましたので部分的に今度は塗っていこうと思います。まずこの主役の緑色のぶどうの奥の方です。少し暗くしないといけないのでサップグリーンセルリアンブルーですね。バンタンバーをちょっと入れます。青っぽい色になりますので影に入れていきます。下になった方に影が投影します。伸ばします。でこういう作業になります。でちょっと細かいんですけど、いちいちねグラデーションした後にきれいに始末をちょっとしておこうかなと思います。あまり筆跡がたくさん残りすぎると煩わしい感じになるかもしれないので、いちいちねグラデーションかけて始末をするっていう作業をやってみようと思います。まずこちらのね赤いぶどうの方ですが、少しねクリムソンを多くしてウルトラマリンディープを入れますね。そうすると非常に暗い感じの赤紫になりますね。これも奥あるいは下に入れてグラデーションをかけてで始末をするっていう作業になります。でこの時に全部同じ色でいかないで赤を増やしてみたり青を増やしてみたりっていうことでいろんな色にしていってください。もしくはねサップグリーンを時々混ぜて微妙に茶色がかった赤にしてみたり、一色でいかないっていうことが非常に大切です。こういう感じですね。いちいちこれもねめんどくさいんですけど一応始末しておきますね。からこちらの黒いぶどうの方なんですが、ウルトラマリンディープとバーントアンバーですね。ウルトラマリンディープだけではちょっと青すぎるわけです。もしくはクリムソンをちょっと入れて紫がかった色にします。
だからこれもね一色でいかないっていうことがミソですね。でグラデーションをかけて同じようにね始末をしておきます。めんどくさいんですけどね、単純作業になりますからややこしくない話だと思いますのでね。じゃあやってみますよ。はい、3色のブドウそれぞれに影を入れていきました。でここの奥にあるね下敷きになったブドウ、これはね上の黒ブドウよりちょっと赤みを帯びさせようかなと思います。違いがわかるようにっていうことですね。で次にカゴの影を描いていきます。カゴの影なんですが、カゴの肥後ですね、肥後そのものにも色を塗るんですけど、一番暗いのは肥後と肥後の隙間です。バンタンバーにウルトラマリンディープを混ぜて暗い茶色を作ります。肥後と肥後の隙間、例えばここはこうですよね。これをやることによって肥後そのものの形も出てきますし、凸凹感、どこが引っ込んでどこが飛び出てんですかっていうのがこれで分かるようになります。それから葉っぱの方ですね、折り重なったりシワがいったりしてますよね。それの引っ込んだところに暗い緑を入れていきます。コバルトブルーとサップグリーンとバンタンバーっていうことで、例えばこの葉っぱだとここがちょっと引っ込んでましたよっていうことで、こういうふうに入れていくっていうことで、どういうふうにその葉っぱがくしゃっとなっているかっていうのが、大体わかるよっていうことなんですね。だからこういう作業をじゃあやってみますね。はい、カゴのね暗い、引っ込んだところ、カゴの取っ手にも一応線描で影を入れました。それからブドウの茎ですね、葉っぱの絵です。線描ということでやってみました。今ここのブドウの軸ですね、これもねちょっと線描でやっておこうかなと思います。緑だったり茶色だったりするんですが、基本的にそんなに暗くないので、ここはねちょっと残したいっていうこともあって、暗めの緑で縁を線描しておきますね。ここで残すよっていうことが、ちゃんとこれでね意識できるかなと思いますので、細い線でね線描しておきますね。ぶどうの軸もね線描ができました。ここでちょっとねこの赤いぶどうの中に少しねレモンイエローをねちょっと差し込んでおこうと思います。あまり暗くしたくないので、画面をなるべく明るいところは黄色っぽい色で収めたいなっていう気がします。なるべく黄色の範囲をちょっと増やしておこうと思います。はい、このくらいね黄色を差し込んでおけば明るい感じがすると思います。カゴに入れたこの暗い部分が乾いたようですので、ざっくりカゴの色をつけてみようと思います。固有色としては黄色っぽい茶色っていうことになります。あまり明るいとブドウよりカゴの方が出ちゃうっていうことがありますので、比較的灰色に近い茶色っていうことで、バーンとアンバーとセルリアンブルーですね、いってみますね。ざっくり下の色を全部潰さないようにっていうことですよね。上からさっとね軽く押さえておきます。はい、後からちょっと足したりしますので、とりあえずこのくらいでいいかなと思います。赤いぶどうに黄色入れました。乾ききっていないんですが、この横にオペラとセルリアンを混ぜてここの横へ置きます。まだ黄色がね乾ききっていないと思いますので、ちょっとにじみ合うかなっていうのがいいわけですね。はい、軽くグラデーションさせておきますよ。ちょっと綺麗な赤が欲しいかなと思います。もうちょっとオペラは単独で少しにじませますね、こういうふうにね。でちょっと慣らしておきます。
あんまり綺麗すぎてもね花びらのようになってしまいますので、やっぱり実ですから花びらのような色ではちょっとまずいかなと思います。はい、軽く取っておきます。じゃあこれで一旦乾かしますね。全体的にまだバラバラな感じがしますので、もうちょっと統一感を出して仕上げのね細かい作業に入っていくべきかなと思います。黒ぶどうなんですが、黒にしてはちょっとまずいわけですよ。ウルトラマリンディープに少しねこの辺の汚い色を混ぜてちょっと濁らせます。赤も少し入りましたよっていう感じですね。絵を避けながら大きくね入れていきます。から下の赤みを帯びたぶどうにも入って構わないと思いますので、全体的に入れていくっていうことですね。もうちょっとクリムソンとウルトラマリンディープで、はい、枝毛は避けますが、あとは大きく入れていきます。この辺りもねちょっとはみ出すぐらいに入れていきますよ。しっかりお水でぼかします。はい、でこれがまだはっきり乾いていない段階でサップグリーンに少しレモンイエローを入れてちょっと黄色っぽくしますね。でこれを大きく入れていきます。絵は避けといて、あとは大きく入れていきます。黄色が多かったりサップグリーンが多かったりっていうことで、微妙にね変わっていく方がいいかなとは思います。しっかりグラデーションさせます。かなり綺麗なねグラデーションができたような気がします。ここのにじみがちょっとないので、今濡れている段階でもうちょっとねお互いににじみ合うようにします。はい、じゃあ始末していきますね。こっちちょっと暗くしておきますよ。セルリアンとバンタンバーとサップグリーンですね。ウルトラマリンも少し入れてちょっと暗くしておきます。この辺り。はい、じゃあこれでね乾かして仕上げの作業に入っていこうと思います。はい、乾きました。そろそろ仕上げのね作業に入っていきたいと思います。葉っぱがこういっぱいあるんですけど、その向こうが暗くなっていないので先にこっちを暗くしておきますね。こっちのぶどうの色よりもサップグリーンとバンタンバーを増やして暗いね灰色っぽい緑色を作ります。でしっかりね葉っぱの形を出していくようにします。虚子ギザギザですよね。虚子をしっかり出すから茎もちゃんと白くね残しておこうと思います。場所によってねちょっと色を青くしたり茶色くしたり緑っぽくしたりっていうことで微妙にね変えていく方がいいかなと思います。この辺りまで来ると少しね薄くしていきながらだんだん白地に移行していくっていうことでね、いきなり空間がパッパッと分かれてしまうのは良くないですよね。ここもねこれの続きっていうことで暗くしときます。
でここは、これの続きとは言いながらぶどうの影が投影しますので、少しね赤を混ぜたりして微妙に色をちょっと変えた方がいいかなと思います。もうちょっとここ影つけときますよ。はい、ちょっと始末をしておきますね。はい、そしてカゴですね。カゴも全体的にもうちょっと暗い方がいいと思いますので、バーントアンバーとコバルトブルーぐらいですかね。これを混ぜて、特にこのブドウの影が投影しているだろうなと思えるところですよね。ここらあたりはしっかり暗くしとかないとって思います。カゴの直下床面との境目です。ここは相当暗いっていうことになると思います。ついでにこっちのねシャインマスカットの方の影も一緒にねつけておこうと思います。はい、そして、ここですね、一番下にある下敷きになっているブドウです。これもっとね深い赤紫にしていこうと思いますね。ここのカゴのねここです。暗いはずなのでしっかり暗くしておきますね。そして網目ですね。カゴの網目、これもちょっともうちょっとねしっかり暗くしとくべきかなと思います。からここにね影が全然設定してありませんので、ここの影をねちゃんとつけておこうと思います。当然ね絵の影もあるはずですのでね。緑のぶどうの線描を少しやっておきます。色はねスープグリーンとコバルトブルーとバンタンバーでちょっと暗めのね緑を作ります。細くします。そういうところをちゃんと線描でちょっとけじめをつける。全部囲むとまずいわけですけど、ちょっとだけこういうふうに入れます。色でね表してもいいんですけど、線描である程度済ましたいなって思うところは線で持たせるっていうことになろうかなと思います。勢いよくね引いてください。ゆっくり引かない。こちらも暗い赤ですね。これでところどころ線描をしておきます。からこちらもですね、ちょっとだけ線描をします。黒いぶどうも線描します。暗めの色でね。形として上がらないところはなくなったかなっていう気がします。マスキングしている周りがあまりにも明るいとちょっと困りますので、色を周りに足しておきますね。せっかくマスキングをしていますのでね、ある程度潰しておいた方がマスキングの効果が高く出るかなと思いますね。はい、じゃあこれで乾かしてマスキングを取ります。は
はい、じゃあ乾かしてマスキング液をね取りました。ここがねちょっと広すぎる感じがしますので、このぶどうを1個垂らしますね。向こう側に降りてきましたよっていう感じで1粒足します。はい、そして軸がね手つかずで残っていますので、軸の暗い方です。これを少し茶色に傾いた色、緑でねところどころ茶色っぽくしたり暗くしたりして、少しねリアルな感じにしていきます。それと雑然としてるこのボコボコっとしたところ、ちょっとね滑らかに処理をします。つるっとした感じにね。マスキングを取った形がたまたま塗った形のまんまですので、滑らかにしておこうと思います。じゃあこれだけのことをちょっとやってみますね。はい、ぶどうの手当てがねだいぶ済みました。今度はカゴの手当てと葉っぱの手当てです。カゴはね繊細な作業をしていないので、細い線描を入れて、例えばねパッパッとこう書いただけなんですけど、これにもうちょっと細い線をね足していったりします。はい、それと、葉っぱの方なんですが、少しね暗い緑を作ります。葉脈描いていませんので、葉脈も入れながら少し形を出していこうかなと思います。葉脈の色はもう緑から茶色までいろんな色をね使っていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。であんまりはっきりつけてしまわない方がいいので、こうやってはっきりついたなと思ったらちょっと一部押さえ拭き取っておいた方がいいかなと思います。カゴの取っ手もちょっとこういうねニュアンスをつける作業を入れていって、細かくこうね表現するといいかなと思います。もうちょっと葉っぱね葉脈入れますよ。はい、他を手入れしているうちに緑のぶどうが短すぎて黒ぶどうが大きすぎるっていうことを感じましたので、ここに一粒ね緑のぶどうを増やしました。まだ濡れていませんけどね、緑のぶどうの枝をここまで伸ばしました。黒ぶどうが緑のぶどうの上に覆いかぶさった感じが軽くなったんではないかと思います。ここちょっとねあと手入れして完成としたいと思います。はい、ここはね緑のぶどうを一粒増やしました。これでだいたいできたような気がします。じゃあねサイン入れておきます。